こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は特定技能制度について現状の解説をしていきたいと思います。2024年技能実習制度の廃止と育成就労制度の制定が行われて、今現状は育成就労のスタートに向けて議論が行われているわけですけれど、育成就労制度というのは特定技能制度につなげるための訓練の期間という形になっておりますので、そういった形で特定技能制度と育成就労制度の分野の統一化といったところが今非常に進められて、それに合わせて特定技能制度においても近年分野の統合ですとか新たな分野の追加というのが行われております。また、外国人労働者が増えることによって、やはり教育ですとか環境、生活に関してのサポート、支援といったところも非常に課題の一つとなっている関係で、特定技能制度において2025年4月から新たな地域での共生に関する義務というのもスタートをしております。その内容について見ていきたいと思います。今回の概要についてですけれど、まずは外国人労働者が過去最多になったといったデータを確認した上で、特定技能制度の概要、今の現状について見ていきたいと思います。そして、特定技能制度で外せないのが特定技能協議会について、これがなければ、在留資格の申請ができないという形になりますので、この協議会の内容について、そして2025年4月から新たに始まりました地域との共生施策について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは外国人労働者が過去最多になったということですけれど、2023年も過去最多というのを動画でご紹介はしておりますけれど、2024年もまた最多といったことになりまして、今現状はもう300万人を超えているという状況になっております。国籍別で見ていきますと、ベトナムが57万人、中国が40万人、フィリピンが24万人という形になっております。そして産業別でいきますと、前回2023年のデータではですね、製造業が一番多かったんですけれど、2024年のデータでは、卸売小売が今 18% で一番多いという状況になっております。そしてどういったところが今現状で外国人雇用をしているのかと言いますと、30人未満の事業所が 62% ということで、小規模の事業所において外国人雇用は必須になってきているというのがわかるかと思います。こういった中で外国人雇用をする上で在留資格というのが非常に重要になってくるわけですけれど、その在留資格の一つが特定技能と言われるものになっております。この特定技能制度については、単純労働を実質的に認める就労資格ということで、技能実習に関しては実質労働者ではありますけれど、形式的には技能移転のための技術収集者という形になっておりますので、そういった部分が制度と大義名分、実質とのズレがありました関係で技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設という形になる。またそれに合わせましてですね、一つ先行して2019年から特定技能制度というのがスタートをしておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響でスタート直後に一時停滞をしていますが、今やっとですね、また盛り返してきて、かなり特定技能外国人が増えてきているという状況になっております。特定技能制度においては、特定技能1号と特定技能2号というのがありますけれど、それぞれ1号に関しては相当程度の知識、経験を要する業務を行う。そして2号に関しては熟練した技能を要する仕事を行うという形になっておりますが、
基本的には1号を経て2号になっていくという形になっておりまして、特定技能1号に関しましては、技能実習制度2号までをおおむね修了した方が移行する、もしくは特定技能の評価試験等を受けて、資格を持った人が特定技能1号から修了するという形になっております。この特定技能1号に関しましては、在留期限原則1年で、1年更新になるという形になりますが、家族の帯同ができないといったデメリットはあります。そこから特定2号になりますと、家族の帯同が認められて、在留資格の期間の更新が可能という形で、上限は5年ですけど、そこからずっと更新がしていけるといった状況になっております。そしてこういった外国人に対して、1号に関しては日本がまだ不慣れということもありまして、受け入れ機関、いわゆる雇用する会社側でですね、その外国人を、職業、生活上、社会生活上の支援を行うことという形になっております。ではですね、どんな分野でも外国人を雇用することができるのかと言いますと、特定技能に関しましては、人手不足と認められた部分の特定産業分野のみで雇用が認められているという形になっております。特殊技能の1号の分野に関しては、一部分野が統合されて、そして追加をされた関係で、今現状は特定技能1号は全部で16分野になっております。この中で自動車運送業、そして林業、鉄道、木材産業に関しては2024年から追加をされた分野になっておりまして、こちらを含めて全部で16分野という形になっております。そしてそこから特定技能2号に行くにあたっては、すべての分野が2号に行けるわけではなくて、もともと介護分野を含め、今回の2024年に追加された4分野を含めた5分野を除いて、全11分野が2号に行けるという形になっております。従いまして、今現状はですね、11分野までしか特定技能2号になれないので、通常の場合ですと、1号で入った5分野の方に関しては、1号で終了して帰国をしなければいけないという形になります。特に介護に関しては非常に問題だなというふうに感じておりまして、5年間経ったら帰らなければいけなくて、そのまま戦力になったところで帰国という形になりますので、今後改正が望まれるところではあります。こういった特定技能外国人雇う上でですね、特定技能協議会というのが必須になってきております。こちらは分野別に設置がされておりまして、特定技能外国人、そして特定技能所属機関、いわゆる雇い主を取りまとめる機関という形になっておりまして、各産業分野において、登録が義務付けられている。場合によっては登録支援機関を利用する場合、その登録支援機関も加入が義務付けられているところもあります。そして、加入においては原則無料なんですが、私が知る限りだと建設業は有料という形で、しかも金額が結構高い気がしております。そういった形でですね、受け入れ機関だけ登録する場合と登録支援機関も合わせて登録しなければいけない。そして、加入の費用がかかる場合、かからない場合というのがありますけれど、この、特定技能協議会、以前はですね、一部の業種では、在留資格を取得してから後から、加入していればいいよということになっておりましたが、今現状ではもう在留資格の申請の前、事前に加入をする必要があり、その証明書を添付する必要がありますので、早めに申請をしてください。では、この協議会何をやっているのかというところですけど、やはりですね、特定技能の制度の趣旨だとか、有料事例の周知、人権問題対応、対策の検討ですとか、特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発、そして転職支援などを行っているということになっております。そういった形の中で特定技能協議会加入をした上でですね、在留資格申請するわけですけど、さらに2025年の4月からは地域との共生施策というのがスタートをしておりまして、今後やはりですね、特定技能外国人が増えてくると、地域と共生するためのその支援を会社側でしなければいけないということで、特定技能の所属機関は、外国人雇用にあたって活動する事業所の所在地、居住地の属する市区町村に対して協力確認書を
出して承認をもらわなければいけないという形になります。では、どういう協力なのかと言いますと、アンケート調査への協力ですとか、いわゆる行政サービス、交通、ゴミ出しのルール、そして防災訓練、災害対応等に関する案内、そういった内容に関して、受け入れ機関が協力をして、外国人との地域の共生を図るという形になっております。この、地域との共生施策がスタートをした関係で、在留申請書の、申請書類も変わっておりますし、1号の支援計画書も一部変わっておりますので、確認が必要かと思います。そして最後に注意点とまとめになります。技能実習制度に関しましてはもう廃止が決定をしておりまして、育成就労制度の準備がスタートして2027年4月からと言われておりますが、今後スタートしていく。そして育成就労制度3年間で育成をして特定技能の制度に結びつけていくといった形になっております。また、特定技能制度につきましては、技能実習からの移行の方を除いてですね、特定技能評価試験というのが必要になってきます。こちらはですね、技能試験と日本語能力試験の2種類。ただ、介護に関しては3種類という形になっております。内容は分野別で違うという形。そして多いのがですね、在留資格申請の時にこの試験の合格証だけ添付してということになるんですが、分野によっては、合格証だけ添付してはダメで、合格証明書を別でですね、取り寄せなければいけない分野もあります。しかも結構高いお金がかかるというところもありますので、そういった各分野別での対応が違いますので、よく確認をして進めていってほしいと思います。外国人との共生、労働によってこれからに適合した労働環境の整備を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。